はい、こんにちは、ニレコムです。今日はですね、アリババグループっていうところが開発したクエン3っていう、クエン3ですね、AI モデルについてお話ししてみます。金色の猫と入力すると、こんな感じで画像生成もできちゃう、こういうプロンプトでやってもらいました。揺れる船からダイブするスキューバダイバー2名と、頭にはコスプレの猫耳がついていて、背後のエアータンクからはジェット噴射がこうできると。面白いんで、オープン AI の空で同じことをやってみたんですけど、もっとキテレツな感じのものができまして、ドローンの国家資格のインストラクターもやっていますので、その学科試験のですね、試験問題を作らせてみました。これがですね、AI モデルのこう入り口のところで、OpenAI のチャット GPT などと、最近の AI モデルの UI って全く同じような感じで、こう深い思考と検索、ネット上にこう検索しに行くっていうボタンがこうあるっていう意味だと全く同じですと。で、これどういうやつなのかというと、アリババによって開発された大規模言語モデルのこうファミリーであるっていうのがクエンの全般的な説明で、歴史的には2023年からずっとバージョンがいくつか出てるんですけれども、これの最新版がまだこれ Wiki にも載ってないんですけど、Wiki に載ってるのってクエン 2.5-MAX までなんですけど、最新版のクエン3ですね。これ、N パカさんっていう方のノートの記事を拝見させていただいています。大元は英語なんですけど、日本語でそれを解説していただいたようなものになっていて、4月の28日にクエン3をこうリリースしましたということで、いくつかのモデルに分かれてるんですけれども、その中の、さっきお見せしたこのハイエンドのクエン 3235B-A22B っていうこちらがですね、他の DeepSeek R1、ChatGPT O1 などと比べて、コーディング、数学、一般的な機能などのベンチマーク評価で競争力のある結果を達成していますということで、どっちかっていうと、これの、注目ポイントとしては、ハイエンドのこのモデルだけじゃなくて、もっとこうちっちゃい 30B-A3B っていうモデルがあるんですけど、これでも十分なこうパフォーマンスをこう達成できるよということですね。ここがやっぱりなんかクエン3の一番ニュースとしては大きなところなんじゃないのかなと思います。最近流行りのハイブリッド思考モードというか、例えばチャット GPT-4o みたいに、ずっと推論しないでですね、チェインオブソートでこう推論しないで、パッと答えを返すモードと、思考する、推論するモードと、こう切り替えが、これ実際ここですね。切り替えがこうできるようになってます。これ、思考の最大値までこう制御できるようになってるんですね。こんな感じでね。はい。どれくらいのトークンで思考するかっていうのが選べるようになっています。日本語にも対応していて、119の言語と方言をサポートしていると。日本語、日本語、韓国語サポートしてる。もちろん中国語もってことですね。で、MCP もサポートしてると。あと、トレーニングの仕方がどっかにあったな。ハイエンドの 235B、A22B、クエン、332B と。この辺を、4つのステップで、トレーニングして作りますと。それを蒸留して、よりちっちゃいモデルができているよということですね。柔らかめの話題から言うと、まずですね、画像生成この人ができるんですね。ここに画像生成と動画生成のアイコンがあると思うんですけど、まず画像生成ドン。はい。これはテンプレにあるそのまんまですけど、金色の猫と入力すると、こんな感じで画像生成もできちゃう。そして、この猫耳スキューバアクションという謎の動画があると思うんですけど、これは私の趣味がご存知のようにスキューバダイビングがその一つなので、こういうプロンプトでやってもらいました。揺れる船からダイブするスキューバダイバー2名と、頭にはコスプレの猫耳がついていて、背後のエアータンクからは
ジェット噴射がこうできるということですね。ちょっとスキューバダイバーなんで軽くこうひねって、現実にはありえないシナリオを実行させるとどうなるのかなっていうのを試してみたかったということなんですけど、一度こう上昇して向きを変えて水面に飛び込むと。出来上がり品がこちら、ドン。うわー、ドーンって感じで、ジェット噴射かねーっていう。ジェット噴射、まあ足からなんか出てますけど、あんまりジェット噴射っぽくないのと、猫耳って言ったはずなんだけど、あんまり、あんまり頭猫耳っぽくないというか、なんかズキンじゃないのみたいな感じで、全く同じ体格の人が2人でこう飛び込んでいると。まあ、1回上に行って飛び込むっていう指示自体は合ってますねと。まあ、これぐらいの実力なんですけど、動画生成はできます。面白いんで、オープン AI の空で同じことをやってみたんですけど、もっと規定列な感じのものができまして、よいしょ、いくよ。この、まず3人、2人って言ったのに3人いて、急にこう2人に合体するんですね。そして猫耳というのかなんか豚の耳なのかなんかヒラヒラするのがついてるのはそこは指示通りで、ジェット噴射してるのがこの揺れる船の上にいる人たちがジェット噴射してほしかったんですけど、なぜか3人目がジェット噴射してるという謎映像ができました。まあ動画生成だとそんなに50歩100歩というかあんまり変わらないなという感じです。はい。で、いつも恒例で行っております。私はですね、まず、ドローンの国家資格のインストラクターもやっていますので、その学科試験のですね、試験問題を作らせてみました。で、これね、ここにまず試験問題を入力しまして、で、いつもやっているチャット GPT など他の AI モデルの場合ですと、まず深い思考モードにして、いわゆる無人航空機の飛行の安全に関する教則第4版という最新版をいつもはここからアップロードするか、もしくは検索して取りに行ってというか、2つに1つだったんですよね。択一だったんですけど、それがどうも今回ですね、クエン3では両方できるみたいです。実際アップロードするところもやってみたいと思います。こうやってね、アップロードして、で、検索もできますよと。これで、ドン、調べてくださいねとやります。おー、なんか中国語でめっちゃ考えとるな。検索総数がこう8個ぐらいで実際のこう学科試験の、もう出てきましたね。結構ね、答えが出てくるのが早いんですよね。はい、実際回答が出てまいりましたので、評価していきたいと思います。英語でね、なんか途中考えたり、さっき中国語で考えてたりとなかなか忙しいなって感じですけど、第1問、カテゴリー3飛行における機体選定時のリスク軽減策として正しいものを選べとなっていますが、まずね、このカテゴリー3飛行ってここカテゴリーってカタカナにしないと、用語的には、要は教則に載っているもう正確にその表現じゃないとダメなので、はい、ここはリアリティがないと思います。形式的には例によって他の AI モデルと同様4つの選択肢が出てきちゃっていて、本当はこう3つじゃないといけないので、形式は NG です。で、リスク軽減策として、パラシュート機能を搭載した機体を使用するということで、それ以外ね、プロペラの数減らしちゃったら余計リスクが上がっちゃうから逆ですし、小型軽量の機体だったらいいかっていうと、そういうことでもないです。しょすごいね、障害物回避を優先するために、小型軽量の機体、いや、そうとは限らないですね。マシンパワーとの兼ね合いなので、次、カメラ性能を重視して高画質な映像を取得できる機体を使用する。それは安全管理とは本質的に違うので、これは違います。なので、消去法としては、そうね、2だっていうのは合ってますね。次、問題2番。特定飛行が原則禁止される規制対象空域に該当しないものを選べ。これダブルコーテーションでくくらなくていいかなっていう気が
します。規制対象空域っていうプロパーナウンっていうか固有名詞があるわけではないので、ここはくくらなくてもいい気がしますが、まあ意味はまあいいとしましょう。この選択肢の中だと該当しないものなので、地表から150メーター未満の高度、これが正しいっていうのはあってそうですね。人口集中地区の上空、その他の選択肢で人口集中地区の上空、空港周辺の上空、消防活動中の緊急用務空域ですね。すべてこれらは特定飛行、まあ、規制の対象になるっていうという意味だと134は正しいので、消去法で3という回答は合っています。次、問題3。出ましたね。計算問題は計算問題なんですけど、バッテリーの容量、残量の計算になっちゃっているので、これは今まであまたある AI モデルが間違いまくってるやつですので、これは問題自体が×ということでございます。なんかね、やっぱりバッテリー残量に行きがちですね。採点結果になります。他の AI モデルと比べてどうでしょうかダラララララってことで、まず形式ですね。形式は正しくないですね。選択肢がそもそも4つ出てきちゃってるので、これは NG です。次、正しい設問は、最初のリスク管理のやつは正しい。まあ、ロジカルには正しいです。規制対象の空域についてもロジカルには正しい。バッテリー残量はダメということで、2点ですね。リアルな設問に関しては、これは全滅とさせていただいたんですが、どうしてかっていうと、問題1、指示とまあ異なる設問になっちゃってるんですけど、カテゴリー、用語を正確にって言ったにもかかわらず、このカテゴリー飛行ですね。ここがアルファベット表示になっているのが NG なのと、で、2個目は、規制対象区域、ここはダブルコーテーションでくくらなくていいかなっていうので、これも厳密化っていうと、用語に正確に沿ってないので、ここは NG ですし、バッテリー残量に関してはそもそも設問自体がナンセンスなので、ここは NG ということで、0点ですね。で、引っ掛けはないです。最新情報が入っているかどうかっていう意味だと、まあ、リスク管理のところが入っているので、ちょっとここだけ訂正ですね。リスク管理が入っているので、ここは1ポイントゲットで、まあ、合計5点ということになりました。今までにテストしてきた歴代の AI モデルで言うと、チャット GPT O3 でファイル添付した場合と、チャット GPT O1 と、あとパープレクシティのディープリサーチ、あとジェミニ2.5フラッシュ、エクスペリメンタル、そして最高得点がジェーンスパークミクスチャーオブエージェンツということになってるんですけれども、それには遠く及ばない結果となりました。なので、このクエン3が出たからといって、いきなり他のチャット GPT O3 とか O4 ミニとかをいきなりこう超えてきたっていう感じの感触ではなかったですし、問題の言葉の正確さですよね、みたいなところは、やっぱりちょっと弱いなという気がしました。ですが、細かいところは置いておいて、リスク管理に関する、まあ出そうな問題といえば出そうな問題ではあるし、まあここもそんなにおかしくはないですし、もう少しバージョンが上がって練られてくれば、もしかしたら肩を並べるところまで行くのかもしれないんですけど、やっぱ完成度でね、ちょっと負けるかなという気がしました。どっちかっていうと、このクエン3のですね、もう一個ちっちゃいモデル、この辺がですね、どうもやろうと思えば Mac の上でも動くものがあるらしいので、どっちかっていうとそのデスクトップ LLM っていうか、要はいちいちネットに聞きに行かないで、自分のノート PC とかにね、モデル丸ごと入れちゃってローカルで全ての処理、全ての推論を完結させるっていう用途で、軽量で強力なモデルが出たっていう方が見立てとしては正しいかなと思います。はい。ということで、謎のスキューバダイビングの映像で締めくくりたいと思います。はい、面白かったら
いいね、評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ミリコムでした。